こんにちは。妊娠という人生でとても特別な時期。お腹の赤ちゃんのためにこれでいいのかなって悩むことたくさんありますよね。今日はその中でも特に多くの方が気になるお薬について、その核心に迫っていきたいと思います。このお薬飲んでも本当に大丈夫なのかな？これきっと今まさにあなたが抱えている疑問かもしれません。でも安心してください。これはあなた一人だけの悩みじゃないんです。本当に大切な質問なんですよ。さて、この問題、多くの人はついどんな薬かっていう種類のことばかり考えがちですよね。でも実はリスクを考える上で一番大事なことってそこだけじゃないんです。本当に重要なのは薬を飲むタイミング。そう、いつ飲むかなんですよ。このタイミングっていう視点がなんでそんなに大事なんでしょうか。それはですね、妊娠中にお薬を飲むというのはまさにお母さんの健康を守ることとお腹の赤ちゃんの安全を守ること、この2つの間にすごくデリケートなバランスを取る綱渡りのようなものだからなんです。というのも、ほとんどのお薬はお母さんと赤ちゃんをつなぐ胎盤を通り抜けてしまうからなんですね。胎盤って薬を完全にシャットアウトするような完璧なバリアっていうわけではないんです。これが妊娠中のお薬をすごく慎重に考えなきゃいけない基本的な理由になります。じゃあ、その綱渡りを安全にするためにまず何が必要か、それは地図です。それがこの妊娠のクリティカルタイムライン。例えば家を建てるときって基礎工事の時と壁紙を張る内装工事の時では注意することが全然違いますよね。それと同じで妊娠期間をいくつかの大事な窓、つまり時期に分けて見ていくことが重要なんです。妊娠期間っていうのは大きくこの3つの時期に分けることができます。で、ここが面白いところなんですけど、それぞれの時期で赤ちゃんがお薬から受ける影響の受けやすさ、つまりリスクの種類がもう劇的に変わってくるんですよ。この表、すごく大事なことが書いてあります。まず最初の3週間は前科無科。これはどういうことかというと、この時期の細胞はまだ何にでもなれる万能細胞なので、もしダメージを受けても他の細胞がカバーして完全に元通りになるか、あるいはダメージが大きすぎて流産に至るかっていうすごく極端な結果になるんです。でも4週目からは話が全く変わります。絶対過敏期。心臓とか脳とか、まさに体の設計図が作られている一番大事な時期。ここで影響を受けると体の形に問題が出る。つまり奇形もリスクが一番高くなります。そして8週以降は胎児期。もう家の骨組みは出来上がって、ここからは内装とか機能の仕上げの段階ですね。なのでお薬の影響は体の形じゃなくて臓器の働きとか成長の問題、いわゆる胎児毒性として現れてくるんです。さて、このタイムラインが頭に入ったところで、いよいよ具体的なお薬を例にして、このリスクっていうのが実際にどういうことなのか見ていきましょう。まずは、イブプロフェンとかロキソプロフェン。すごく身近な痛み止めですよね。NSAIDs と呼ばれるグループです。これらが一番注意が必要になるのは、なんと妊娠の最後の3ヶ月、妊娠後期なんです。なんで後期が危険なのか、その仕組みはこうです。NSAIDs はお腹の赤ちゃんの血液循環にとってすごく大事な動脈管っていう血管を開いたままにしておく物質をブロックしちゃうんですね。この生命線ともいえる血管が生まれる前に閉じてしまうと、生まれてきた直後に心臓や肺に深刻な問題を起こす可能性があるんです。次は、血液をサラサラにするお薬。このワルファリンとヘパリンの比較は、お薬の選び方がいかに重要かをはっきり示しています。ワルファリンは胎盤を通ってしまって、妊娠初期に骨の形に影響するリスクがある。一方で、ヘパリンは胎盤を通らないので、より安全な選択肢になるんですね。だからこそ、妊娠を考えるもっと前の段階からの相談がものすごく大事になってくるわけです。こちらは、転換などのお薬、バルプロ酸のリスクです。ここで押さえておきたいポイントは、用量、つまり飲む量です。リスクが薬の量に大きく左右されるっていうことなんですね。見てください。1日に飲む量が 1000mg を超えると、リスクが何倍にも跳ね上がっているのがわかりますよね。でも、バルプロ酸のリスクはそれだけじゃないんです。
最近、より心配されているのは、体の形だけじゃなくて、脳の発達への長期的な影響です。例えば、お子さんの IQ が低くなる傾向があったり、自閉症スペクトラム障害のリスクが高まったりする可能性が報告されていて、これは本当に深刻な問題です。さて、ここまでお医者さんが出すお薬の話をしてきましたけど、私たちの周りにはもっと身近なものもありますよね。そう、ビタミンとかハーブです。多くの人が天然のものだから安全でしょうって思いがちですけど、実はここにね、意外な落とし穴があるんですよ。例えば、ビタミン A。妊娠中の方が1日にとっていい上限の量は2700マイクログラムとされています。まず、この数字、ちょっと頭の片隅に置いておいてくださいね。では、栄養たっぷりと言われる鶏レバー 100g。これに一体どれくらいのビタミン A が入っていると思いますか？なんと答えは14000マイクログラム。たった1食で上限の5倍以上も取ってしまうことになるんです。びっくりしますよね。ビタミン A の摂りすぎは特に妊娠初期に奇形のリスクを高めることが知られています。漢方薬も同じなんですね。体に優しいっていうイメージがあるかもしれませんが、油断は禁物です。例えば、スライドにある第陽は子宮を収縮させたり、魔王は胎盤への血流を悪くしたりする可能性があります。黄波やモニンも出血のリスクを高めることがある。これらはほんの一例です。専門家と相談しないで自分で判断して飲むのは絶対にやめてくださいね。ここまでリスクの話をたくさんしてきましたけど、これは決して皆さんを不安にさせたいわけじゃないんです。目的は、正しい知識を持つことで、その漠然とした怖さを力に変えて、情報に基づいた賢い選択をしていく、そのお手伝いをすることなんです。そして、ちゃんと良いニュースもあるんですよ。科学の世界は日々進歩しています。例えば、以前は妊婦さんにはダメだとされていたドンペリドンという吐き気止め。これが、その後のたくさんの研究で安全だということが分かって、今では使えるようになっているんです。ダメというレッテルがずっとそのままじゃないっていう希望の持てる例ですよね。というわけで大事なポイントをまとめるとこうです。まず、リスクはいつ飲むかによって全然違うということ。次に、特に持病がある方は妊娠する前の計画がすごく大事。それから、天然だから安心とは思わないこと。そして最後に、これが一番大事かもしれませんが、必要な薬を自分の判断で急にやめないでください。お母さんの病気が悪化するリスクの方が、お薬のリスクより大きいこともたくさんあるんです。最終的なゴールはこれです。共同意思決定。お医者さんや専門家とあなたがパートナーとして、ちゃんとした科学的な情報をもとに、一緒に一番いい方法を探していくこと。一方的に、こうしなさいと言われるんじゃなくて、対話して納得して決めることが本当に大切なんです。さあ、今回の話を聞いて、皆さんは次にお医者さんと会った時、どんな会話ができそうでしょうか？今日得た知識は、あなた自身と、そしてこれから生まれてくる大切な家族を守るための一番強力なツールになるはずです。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。